こんにちは。今回はかわいいハートコードの編み方を紹介します。このコードは伸縮性はあまりありませんので、バッグの持ち手などに適していると思います。かわいい柄ですので、ブレスレットにしてもかわいいと思います。しっかりした編み地になります。今回はアクリルの並太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みを5目編みます。鎖編みをここから5目編みます。5目の鎖編みを編んだら、最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。この輪の中に最初は編みます。中長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、次は未完成な中長編みを4目編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出してください。鎖編み2目を編んだその長さに揃えてください。長めに糸を引き出して未完成な中長編みが1目できました。未完成な中長編みを全部で4目編みます。これで2目、次も未完成な中長編みです。針に糸をかけて指で押さえると長さが揃いやすくなりますので、指で押さえて編むと楽です。指で押さえながら長く糸を引き出して長さを揃えてください。これで未完成な中長編みが4目できました。次はこの4目の未完成な中長編みを一度に引き抜きます。針に糸をかけて根元をしっかり押さえて、針を上に持ち上げながら針先は下向きにして一度に引き抜きます。次に鎖編み1目を編んで引き締めてください。これで一つの模様ができました。次は鎖編み2目を間に入れて、鎖編み5目のところに5回編みます。針に糸をかけて鎖編みの輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。ここと同じぐらいの長さに長さを揃えて少し長めに引き出してください。輪の中に糸をかけてまた引き出します。これで2目の未完成な中長編みができました。指で糸を押さえながら引き出すと編みやすいです。3目の未完成な中長編みです。あと2回未完成な中長編みを編みます。しっかり糸を引き出して長さを揃えてください。5目の未完成な中長編みができました。未完成な中長編みの根元を押さえて針を上に引き上げながらかぎ針は下向きにして一度に引き抜いて鎖編み1目を編んで模様を引き締めます。これで2個の模様ができました。次は編み地を裏返します。編み地を裏返して鎖編み2目のところに引き抜き編みをします。
糸を絞って、ここから次の模様を編みます。次はここから鎖編み2目を編んで、鎖編み2目を編んだところは未完成な中長編みを4目編みます。鎖編み2目のところに未完成な中長編みを4回編みます。4目の未完成な中長編みを編みました。根元を押さえて一度に引き抜いて、鎖編み1目を編んで引き締めます。次は間に鎖編み2目を入れて、今編んだ同じところに今度は未完成な中長編みを5回編みます。長めに糸を引き出して揃えてください。しっかりと糸を引き出して長さを揃えて編むと綺麗な模様になります。5目の未完成な中長編みができました。根元を押さえて一度に引き抜いて鎖編みで引き締めます。この模様を編んでいきます。編み地を裏返して鎖編み2目のところに引き抜き編みをして糸を引き締めます。次はここから編み始めます。鎖編み2目を編んで、鎖編み2目を編んだ時は未完成な中長編みは4目編みます。4目の中長編みを編み、根元を押さえて一度に引き抜いて鎖編み1目です。鎖編み2目を間に入れて同じところに今度は未完成な中長編みを5目編みます。5目の中長編みができました。根元を押さえて一度に引き抜いて鎖編み1目を編みます。この編み方を続けてハートの形のかわいいコードを編んでいきます。次に編むときは鎖編み2目のところから編み始めます。ハートのコードの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。